健介さん KMAX の店主やられてるということで、ちょっとお話をお伺いしたいんですが、健介さんの経歴というか、今までのりきさんの方からレーサーされてたというふうに聞いてたので、経歴とかをお聞きしたいんですけど。僕はですね、オートバイ乗り始めたのは5歳から、そしてミニバイクレースにステップアップし、それからロードレースにステップアップしというふうで、16歳から、免許を取って16歳からロードレースにステップアップしたわけで、日本各地というか関東の方の筑波サーキットというところをメインでロードレース走っていて、でそこで、チャンピオンを取って、でその成績が認められ、国内というライセンス区分から一気に国際という特別昇格という形で昇格をし、18歳で一応国際ライダーとして全日本ロードレース選手権を走るようになって、でその時のチームがお世話になったチームデイトナという、本社は今静岡の森町というところにあるんですね。二輪パーツのアフターパーツメーカーなんですけど、そこのライダーとしてミニバイクを走りロードレースを2年かなだけやって、その国際1年目にまた全日本ロードレース選手権での成績ですか、クラスは 250cc クラスを走ってたんですけど、1年目にして、そこそこいい成績を出したもんですから、ヤマハからオファーがあり、すごいですね。ヤマハに入ったというのが流れなんですけど、でヤマハに入ってから 250cc のレースと、マシンの先行開発をしながら、ヤマハライダーとして走ってきました。でそこからもずっとヤマハのライダーとして。そうですね、1997年まで 250cc のレースと開発担当で乗させていただいて、で98年に乗り行きがワールドスーパーバイクにね、参戦するということで、その抜けた穴を埋めるべくというか、抜けたところを担ってほしいというか、いう形で 750cc のオートバイであるスーパーバイククラスに転向したという。じゃあもともと250だったんですけど、途中から750変わった。そうね、結果的にその98年1年だけになっちゃったんですよね。98年の年末というか最終戦に怪我をして、今の怪我をして、結果的に1年だけスーパーバイククラスを走ったという形になりますね。でそれから紆余曲折というか、脊髄損傷という大怪我を負って、社会復帰までに身も心も落ち着きを戻すのにすごく時間かかって、でもずっとそういうふうにね、死ぬまでやってるわけにはいかないものですから、何かやらなきゃというところで、じゃあそれは何かといったところが、自分がやってきたね、オートバイのその、レースやったり開発であったり経験してきたことを、一般のライダーにフィードバックして、より安全に乗ってもらう、情報発信だとかですね、場所にしたいなと思って、今のこの KMAX っていうのを立ち上げたっていう感じですね。KMAX 自体は何年前からここの場所では15年ですね。この前もあるんですか？その前は自宅のねガレージでちょっと始めて、メインは車検をやって、大きいここの場所がね見つかるまではそういう形でやってて、意外と早く見つかったもんですから、ここでやりたいことをやり始めたというか、怪我した時のことの話をする。怪我した時はね、三重県仙台市にあるスポーツランドスゴーというところで、公式練習中に転倒し、公式練習もかなり調子が良くて、タイムも1番2番を、争っている中での転倒だったんで、転んでから気づいたら、病院のベッドの上で目を覚まし、目を覚ました時っていうのは転んだ日からもう2週間経ったみたいな、2週間意識がなかったわけですけど、それから体調がね、体温だとか体調が安定するまでは仙台にいたんですけど、そこから名古屋の病院に飛行機で運ばれ、飛行場からそのまま名古屋の病院に運ばれ、そこで半年間入院ですね。その半年間の入院というのは、怪我した時にできてしまった、皮膚の病気というか、床ずれというものができてしまったんで。皮膚の病気ですか？そう、皮膚の病気というか、皮膚の怪我というのか、要するに感覚がないところが壊死してしまって、神経的な、床ずれって、検索してもらえば多分すぐ分かると思うんだけど、
それができてしまった、その手術があったわけだから、寝たきりも含めて6ヶ月の入院、リハビリも含めて6ヶ月の入院、しましたね。怪我したところの手術はどうだったのかって言ったら、怪我したところの部位というのは、お医者さんでもどこがどういうふうに悪いのか分かんないっていう、レントゲン見てもめちゃくちゃレントゲンのね、骨の状態っていうのは綺麗だし、手術するかしないかったら別に全然しなくてもいいし、そんな状況だったんで、怪我自体の手術はしてないですね。脊髄の手術はしてない。ただそんなことなんでね、納得がいかないという上で、この病院6ヶ月入院した後すぐに、今度はアメリカのコロラド州デンバーというところに行きまして、渡米しまして。それは病院？そうですね、クレッグホスピタルという脊髄損傷者ばかりがいる病院なんですけど、そこに渡米して3ヶ月入院して、でそこでもね、日本のレントゲン、撮ったレントゲンを持って行ったんですけど、そのレントゲンとそこの病院で撮ったレントゲンを見比べてももちろん変わりはないし、じゃあそこの病院でもやっぱりどこの部分が損傷してるんだねっていうのはやっぱ分かりづらく、じゃあ手術はどうなのかと、手術も全く必要ないという結果が出て、手術必要ないって言われた。お店は2006年から始めて、もともと僕はね、ヤマハのライダーだったということもあるんで、ヤマハの関取扱店をやりつつ、その他にはホンダ、鈴木、川崎、会社でいうとドカティ、BMW、ハーレーなどの会社もですね、メンテナンスはやってます。メンテナンスと修理をメインに、あとはカスタムですね。で各メーカーね、スポーツバイクというのもあるものですから、そのスポーツバイクでサーキットを走ったりだとか、ミニバイクもあるものですから、ミニバイクレースをしたりだとか、そういった方たちにですね、間違ったというか、よりね楽しんでいただけるために、そこはもちろん怪我もなくということを大前提にアドバイスをさせてもらって、そういうことも車両販売と一緒にやってます。こういうパーツをつけたいとかっていう方に対して、そうですね、そういうパーツをつけたい趣旨というか、なぜそれをつけたいかということをまず聞いて、どうしてもそれじゃなきゃいけないという人にはそれなんだけど、こういうふうにしたいというものの方に関しては、そこまで出さなくてもこういうことができるよねとか、その分ね、他のこともできるよねとか、そういったおすすめをしてますね。なので本人こういうふうにしたいっていうことがあれば、それに合ったその人が持ってきたパーツだけではなくて、どういったパーツがいいのかっていう、こっちが持ってる知識をそこにいろいろおすすめするっていう。これをつけるんだったらこれもつけなあかんだろうとか、これ必要ないよねとか、もちろんそういうのもあるし、そこまでお金かける必要あるっていうことであったりだとか、これつけてこれないとちょっとやばいんじゃないっていうのも中にはあるんで、お客さんのね走り方だったり使い方だったりっていうことを十分に把握した上でちゃんとアドバイスというか、おすすめをしている感じですね。それはやっぱりね、やってきた現役時代にやってきた経験をもとにお客さんにフィードバックさせてもらっているのが現状ですね。K-MAX の強みというか、他の、バイク屋さんと違うところっていうのは何かあったりするんですかね。やはり僕であったり弟であったり、メカニックの渡辺であったりの今まで、やってきた経験、その経験っていうのはなかなかお金で買える経験ではないものですから、その経験がある上で、出るアドバイス、それが我々 K-MAX の強みなんじゃないかなと思いますけどね。そうですよね、バイクとともに人生を歩んできているので。そうね、経験っていうのはね、本だネットだには書いてないものですから、そうですね、各メーカーが出しているマニュアルにもね、こういうふうにしたらいいよということは書いてあっても、それ以上の経験っていうのは書いてないものですから、そういう経験って大きな我々にとっての財産、そういうのを惜しみなくというか、で安全に楽しくね持ってもらうために皆さんにお伝えしているというか、フィードバックさせてもらっているのが現状ですね。僕もそんな全然バイク詳しくないんですけど、いろいろ話聞いてると、ちょっとした修正とかで全然変わってくるっていうふうに聞いたので、そこは確かに経験じゃないとわからない部分というか、それが全てじゃない時もあるんだけど、よりトラブルがなくっていうところを目指して、お客さんが満足して書いていただく、喜んで書いてもらう姿を見るべく頑張ってやってるって感じですね。最近ではね、若い子も結構ね、背負ってきてくれてますし、その中ではやっぱサーキットをね
ガンガン走ってみたい。ガンガン走るためにはまずオートバイの乗り方であったり使い方であったり、そういうことを覚えたい。じゃあそういうことを覚えるためには何が一番いいのだろうって言ったら、スクールではないね、じゃあアドバイスなのか、アドバイスでもない、じゃあ何なのって言ったら、もうとにかく走り込むというか、こうじゃないああじゃないっていう、話をしながら一つ一つの言った伝えたことを理解してもらいながら、そして成長してもらうっていうことがやっぱり理屈を知ってもらうというか、こういう動きをするからこういう風なんだよとか、こういう動きをするためにこういうことをするんだよとか、そういうことを伝えていきながら実践して体で覚えていってもらう、経験してもらう。じゃあそれがいきなりね、大きいバイクで百何十キロも出すようなサーキットでできる方はそういうわけにもいかないんで、じゃあまずはミニバイクレースでね、まずはやってみようかと、やってみたりとかするのもありだというところで、ミニバイクを本に乗って、そういう練習することもおすすめしたりっていうのはしてますね。KMAX で何かイベントとかやってたりするんですかね。我々もう10年以上続けてきてるんですけど、毎年春と秋に鈴鹿サーキットのフルコース壮行会をやってます。ここ 2,3 年はちょっとね、コロナの関係であったり、9月秋口の壮行会なんかは台風で中止になったりとかもしてますけど、壮行会も、開催をしてます。毎回壮行会参加台数は180台。それもうちだけではなく、他店さんとの、合同でやってるもんですから、合同で合わせて180台の、壮行会をもうかれこれどうですか、10年以上やってますね。壮行会に出るのはどういった流れで、ここで簡単にできている？壮行会の内容の告知、は当社のね、ホームページで告知してますので、そこから見ていただき、日にちでやったりだとか、時間も全部、あとはエントリーフィーですね、それも全部告知してますんで、それを見ていただき、自分の予定と合う方はエントリーフォームもそこの中にあるものですから、そこからエントリーしていただいて、参加申し込みを、という形になってますね。ただ今年の、第2回目の壮行会は9月22日に鈴鹿サーキットであるんですけど、告知とともにもう早々とエントリー満枠になって、すごい人気なんですね。そうですね、キャンセル待ち状態になってます。かれこれ 2,3 年、ちょっとね、コロナの関係で中止になったりだとか、台風で中止になったりだとかっていうのもあるものですから、余計走りたい欲というのが皆さん溜まってるのか、告知とともにもう毎日のようにエントリーがあり、もう今ではもうキャンセル待ち状態になってます。今回分はちょっとすぐに参加できないかもしれないですけど、そうね、もし参加したいよということであれば、メニュー内のホームページチェックしていただくか、あとSNS でも、告知しますので、チェックしてもらうかですね。これって実際に走られる方も多分いると思うんですけど、見に行くこととかも構わないですか？もちろん、この間ね、走られる方一人で来る人もいますけど、同伴者も入場はできますので、一緒に来ていただいても全然問題ない。その壮行会も180台一気に走るわけではなく、各走行スケジュール、60台という、台数が決まっているので、その60台の中でも初級クラス、中級クラス、上級クラスというふうにクラス分けもちゃんとしますので、そこは安心して来ていただければ大丈夫かと思います。うちのお客さんはね、結構土日になるとみんな用もなく来る人はいないんですけど、何かしらの用がある。それはね、他のお客さんとのこの待ち合わせにしたりだとか、ここで待ち合わせして、じゃあ次のオートバイどうしようとか、どういうふうにカスタムしようとか、こういうふうに悩んでんだけどどう思うだとか、そういうお客さん同士へのね、そのやり取りもここではあるんですけど、そういったことからツーリングじゃあ次どこ行くだとか、ツーリング行ったら何食べるだとか、そういったこともお客さん同士で非常にお客さん同士が仲良くやってくれてるんで、我々ね、そういった場になって本当に良かったなって思うのが本音ですね。そうですよね。年関係なく、もう若い子も50代60代のね、お客様と一緒になって走ったり、話したり、ご飯食べに行ったりしてますんで、なのでもう全く知らない人同士が集まって実際ここでツーリングの企画を立ったり、お客さん同士もそういったね、方々の交流、そういう方々たちとの交流で、いろんな刺激をね受け、その刺激が
日常の生活にフィードバックされてるんだっていう人も中にはいます。明日からの仕事の活力になるだとか、そういう場になってよかったなと思いますけど。もともと多分バイクってその普段の乗り物っていうより趣味で乗られる方が結構多いのかなと思うんですけど、バイクってただ単純に一人で乗る乗り物ではなくて、こういうふうに人とつながっていって、人の触れ合う場所っていうか触れ合いの場所になるっていうのはとてもいいことですね。すごいコミュニティができるというか、そういう場であるというところも目指してきたんで、そういう形になって本当にね、僕も良かったなと思うし、これからもっともっとそういう人たちが来てくれればなっていうのもありますし。そうですね。実際こういう YouTube とか動画上げて、もし見られた方とかいれば、気軽に来ていただいて、天気のいい土日なんかは本当に誰かしら必ずいるんで、ぜひ来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。こんな感じです。 K-MAX は皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。次回はちょっと変わった動画を上げていきたいなと思いますので、また皆さんお楽しみにしてください。では、のりチャンネルでした。ありがとうございます。